ビビアンスー終了主演。1975年3月19日生まれ。台湾出身のマルチタレント。現在は台湾、日本、中国を拠点に活動をしており、歌手、女優だけではなく作詞活動など幅広く活動している。身長161センチメートル。1975年、昭和50年3月19日、タイアル族の母と中国人の父、広東省梅県区出身との下に台湾の台中県豊原市で生まれる。1990年、平成2年、台湾の CTS テレビ主催台湾美少女芸能コンテストでグランプリを獲得。台湾の男性アイドルグループコトラ隊の妹分である少女隊という3人組の女性アイドルグループの一員としてシングル「メリークリスマス」でデビュー。1995年、平成7年1月、台湾で出版した写真集「天使心」の日本版「エンジェル」の発売、アイドル雑誌「ボム」への掲載によって日本のメディアへ登場。キャッチコピーは「台湾の宮沢りえ、台湾の結城苗」だった。5月、アダルト向け映画「ビビアンスーの桃色天使」にて主演。9月15日、大阪ギャラクシーホールでにて日本では初のイベント。10月、唇の神話テレビアニメ「バーチャファイター」のエンディングテーマリリース。11月、香港で「ビビアンスーの天使と悪魔」に上演。1996年、平成8年、ゴールデンタイムのバラエティ番組「うっちゃんなんちゃんの売りなり」日本テレビ系のレギュラー。この売りなりで日本でのほぼ全世代の知名度を確実のものにする。1997年、うっちゃんなんちゃんの南原清隆、キャインの天野博之とブラックビスケッツを結成。8月30日に松竹シネマジャパネスク系の映画館にて殺し屋&嘘つき娘で日本映画初出演。1998年、平成10年4月、ブラックビスケッツからタイミングチルダ時期を発売するオリコンカウントダウンテレビで初登場2位、出荷枚数は約200万枚の大ヒット。この年のカウントダウンテレビ年間チャートでは第3位にランクイン。12月、第49回 NHK 紅白歌合戦にポケットビスケッツ&ブラックビスケッツスペシャルバンドとして初出場。日本レコードセールス大賞新人ゴールド賞を受賞。1999年、平成11年、ブラックビスケッツの活動を停止、解散ではない。11月、うっちゃんなんちゃんの売りなりを降板。10月22日がレギュラー最後の出演。表向きではブラビの試練をクリアできなかったための降板とされているが、それ以前から注目されるにつれて日本に限らず各国の仕事が多忙を極めるようになり、売りなり収録日だった日曜日、月曜日についても飛行機の移動が増すと日本へ戻るのが困難となったため、同年春頃よりブラビ以外の売りなり他コーナー出演が極端に減るようになり、1998年までは顕著に出ていた単発コーナーやランキングキャラクターライブのコーナー等、週によっては他の企画やポケビに重点を当てていたため出番がないはずの週も出演していた。出番を減らしていた。さらにブラビとして売りなりレギュラーとしても最後のレギュラー出演の収録をしていた頃、台湾時間の同年9月21日に故郷台湾で台湾大地震が発生。当時のブラビシングル「バイバイ」の売れ行き不調、戦術の通りノルマ達成ならずや、それが原因によるブラビ急な活動停止、故郷での大災害がトリプルで重なって起こってしまったことが日本での露出激減をした最大の理由とされている。その後、売りなりに関しては口述の通り2回ゲスト扱いで出演しただけだった。それらの事情もあり以降、売りなり以外の日本のレギュラー出演番組も引き続き持ちながら、ゲスト出演含むも主要な活動拠点を台湾に移す。2000年、売りなり初のインド映画「ナトゥ」ゲスト出演のため1年ぶりに一時的に売りなりへ復帰する。ただしゲスト扱いなのでナトゥ関連コーナーのみ出演。2001年、佐久間正秀を中心に土屋正美、ミック・カーン、屋敷豪太とザ D.E.P を結成、ボーカルを担当する。5月9日、ザ D.E.P からアルバム「地球的病気」を発売。2002年3月、
最終回の売りなり祭りでブラックビスケッツが特別復活し、ビビアンもゲスト出演として復帰。ただしゲスト扱いなのでブラビライブ終了後の他コーナー出演なし。ブラビの楽曲4曲すべてを熱唱した。8から10月 PC オンラインゲームエターナルカオスのイメージガールを務める。2010年平成22年テレビアニメ「来る猫」のテーマソングをきっかけに日本での活動を本格的に再開することが決定。同年10月第23回東京国際映画祭で中国代表団が台湾代表団に対し中国台湾の名称を使用せよと要求し、台湾側がこれを拒んだ台湾表記問題が起きたために開幕式に出ることができず、私たちがどんなに頑張ってもどうにもならないと悔し涙を流した。特技はスポーツ全般、特にボーリングの最高得点は256点。好物は抹茶アイスクリームとしゃぶしゃぶ。好きな言葉は努力。目標は誰からも愛される歌手女優になること。台湾の家族に家を買ってあげること。北京語、台湾語、広東語、英語、韓国語、日本語を話す。ビビアンにとって大好きだった祖母との会話は日本語だった。祖母は北京語があまり得意ではなく、話せる言葉はタイアル語と日本語だけと語っている。また香港出身のタレントチューヤンと遭遇した際もお互い北京語が苦手で日本語で会話していた。来日後は歌手活動や日本語の未熟さから極物系の外国人タレント扱いでバラエティ番組に引っ張りだことなる。日本在住当時は東京都神田に住んでいたとコメントしている。売りなりにおいてビビアン本人が発言していたが、ネタの可能性もあり真偽は不明である。その天真爛漫で天然ボケのキャラクターゆえに南原清隆からはお前のボケはウド、鈴木を超えてるなと評された。1999年から2002年頃までルナシーのギタリスト杉蔵との交際が報じられたことがあった。日本での活動期間中も何度か台湾での仕事のためにレギュラー番組を休むことがあったが、1999年以降は主な活動拠点を台湾に移行。ただし前述の通り売りなり以外のレギュラー番組とゲスト出演は継続。その後も先週などとは連絡を取っていた。2010年より本格的に日本での活動を再開。過去多くの男性との交際が報道されたが、いずれも年下ばかりであるため台湾自由時報3月21日版で年下好き、姉アイデーデーと報道された。母、姉、弟ともに日本への留学経験があり、弟は2007年まで留学していた。元モーニング娘。の安田圭は親友で、たびたびお互いのブログに登場する。2014年2月、シンガポールの大手海運業 ZH マルコナミラ海業の2代目セオであるリ・ウンホー、ショーン・リーと入籍したことを発表。同年6月にバリ島で結婚式を挙げ、林真幸や安田圭ら招待客に祝福された。その後台湾でも式を挙げたという。テレビウォッチャーの中村雄一氏は当時のビビアンの活躍と人気ぶりについて振り返る。たどたどしい日本語とは裏腹にステージでは抜群の歌唱力&パフォーマンスを披露していました。そして何より負けず嫌いな性格が売りなりを代表する当時のテレビバラエティの空気感と絶妙にマッチしていたと思います。子供たちからは憧れの目で見られ、大人たちからはセクシーで魅力的な女性として、そして年配者からは可愛い孫娘のような感覚で老若男女問わず幅広い年齢層から愛されていましたと記憶しています。また炭酸飲料の CM に起用されるなど、それまでアグネスちゃんやテレサテンくらいしか知られてなかったアジア系アイドルおよび歌手の歴史を塗り替えた新世代のアジア出身のスターアイドルだったと言えるでしょう。芸能活動に育児、学業と三足のわらじで多忙を極めたビビアン。情報番組ノンストップ、フジテレビ系の取材でも、14歳から一生懸命働いてきた私の一番の心残りは学業を続けられなかったことと明かし、学業を成し遂げることが彼女の人生のやるべきリストにずっと入っていたという。現在はシンガポール在住のビビアンだが、月に1から2度は中国
上海にある大学院まで通って勉強を続け、映画やドラマの撮影が入っている期間は休日を犠牲にして受講したこともあったそうで、晴れて3年での学位取得となった。 MBA 資格の取得もすごいのですが、44歳にしてあの美貌を持っていることにも SNS 上では驚きの声が上がっていました。ノンストップでは美の秘訣についても語っており、少なくとも週に5日は有酸素運動と筋トレをしていて、保湿と美白のためフェイスパックも週に5回、水も毎日 2.5 リットルは飲んでいるそうです。食事はタンパク質、野菜を多めに摂取し、でんぷん類は1から2口しか食べないといいます。忙しい中、美にもストイックに向き合う姿勢には頭が下がりますし、惜しげもなく努力していることを教えてくれるところがビビアンさんの素敵なところですよね。そこまでやっているからあの美貌を保てるのだと納得できます。辛くないことはしたくない、つまんないから。いつも挑戦していく、常に戦う気持ちで何でも受けて立てるように。スマートフラッシュ。6月4日付、十分に耐えて努力すれば絶対にチャンスは訪れると確信している。同インスタグラムなど、とにかくポジティブな発言が多く、常に前を向き努力し続ける姿には日本の女優にはない強さを感じる。またぜひ日本でもあの癒しの笑顔を見られる日が来るのを願ってやまない。繰り返します。日体は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度手を取り合いましょう。